僕の結論はチームだからそれでいいじゃんと思うんですよ。チームとして成果を出すために関係の質もちゃんと強化しましょうねっていうこと。森社長、組織をダメにする社員の特徴を今回教えていただければと思います。自分のことしか考えていないっていうのは分かんないですよね。それはあなたに対してとか、あなたがそう思うだけじゃないですかっていうパターンも結構あるんですよ。どういう時ですか？ A さんが業務でめちゃめちゃ困ってました。予定のない残業が2時間発生してしまいます。B さんは A さんの応援してくれないって言ったら嫌だって言いました。これだけで B さんは自分のことしか考えてないっていう人もいるんですよ。わかんないです。内容を聞かないと。厄介なのはいい人ですよ。同僚にとってはいい人。会社にとってはダメな人。今言った A さん B さんでいくと B さんって自分のことしか考えてないんじゃないかってなるじゃないですか。 C さんがいたとして C さんはいつ何時声をかけても困ってる人がいたら全部助けてくれるんですよ。だけど自分の成果はほとんどない。結構厄介ですね。他の人のどうでもいいからお前の成果出せよと。例えばですよ、営業だとしましょう。 A さんは普通の成果です。トラブルがありました。毎日どっかで起こってるとしましょう。 B さんは自分の営業として成果はちゃんと出していて、やるべきことはちゃんとやっていると。強いて言うならば、たまにはサポートしてあげてよって思うぐらい。 C さんは全然自分の成果出てません。でも他人が困ってるとすぐ助けに行くんです。同僚からすると C さんはサポートしてくれるし、話聞いてくれるめっちゃいい人。さあ困るの管理者です。評価どうしよう。定量的に営業の数値だけ評価しますと。 A さんは評価3です。 B さんは評価5です。 C さんは営業としての評価1です。給料がそのままになります。この1の人が私評価1か。営業の結果出てないけど他の人のサポートをいっぱいしてあげて、会社はそこ評価してくれないのかしら。相談された A さんは C さんはいつも助けてくれる。営業は数字わかるけど別で評価してあげられる軸はないのか。いつも助けてくれる C さん何かしたい。会社に A さんみたいに C さんいっぱい他の人のことばっかってたからね、 A さんみたいなのがいっぱい会社の評価方法おかしいんじゃないかと。 C さんはいっぱいみんなのことサポートしてる。 B さんは自分のことしかしない。あの人はもう微妙だみたいな。結果は真逆なんですよ。こういう騒動マジでめんどくさいんですよ。小さなこの不満って実は見えないところで溜まってるわけですよ。真面目でちゃんと仕事やって成果も一定出してるし、終わんなかったらちゃんと残業もしながらちゃんと自分のやるべきことやってるといいとしましょう。 B さんはとにかく成果はめちゃめちゃ抜群なんだけど他の人の応援とかは薄い。 C さんは全く仕事できないんだけどめちゃめちゃいい人で自分の成果出てないくせに他の人のこと手伝っちゃう。 AC 対 B っていう対立が起こるんですよ。私たちはちゃんと叱るべきやるべきことをやっていて成果も出している。なんでこんな仕事ができない人のサポートしなきゃいけないの。こんな露骨に言う人いたらお前その考え方はもうちょっとなって言いますけど、でもあながちおかしくないですよ。 B さんだったら人によって A さんの立場の時 B さんの立場の時 C さんの立場の時はみんな A さんの論理からものを言う、 B さんの論理からものを言う、 C さんの論理からものを言うんですよ。同じ人であったほとんどの人が、会社としてこの A さん B さん C さんの評価とか困るわけですね。ややこしいのが C さんの評価をどうするかの論議に A さんが混じってきた時です。 C さんの言うことを全部飲んだら自分の成果が出なくても評価されるっていう事実を作っちゃうんですね。そのうち A さんも C さん化する恐れがあるんですよ。一定の成果を残し続けてたのに C さんみたいに低くても他者をサポートすれば私も C さんみたいに評価してもらえるんだって学ぶわけですね。今度それに見た B さんはバカバカしくてやめるんですよ。今度無限にするじゃないですか。サポートは評価できないんだよ。はっきり言っちゃうと会社ひどいって A さん C さん集がなるわけですよ。って考えていくと C さんだろうが A さんだろうが会社としては起こり得るんですね。できる人上位2割みたいな、中間6割、できない人2割みたいな。並べたら絶対上と下派生しちゃうじゃないですか。しょうがない論理なんです。 C さんのことと B さんのことをどっちを評価するんですかみたいな人が現れるのが一番嫌です。業績評価だったら B さんだし、コンピテンシーだったらもしかしたら C さんかもしれない。C さんって危険なのは裏を返せば自分のやるべきことをやらずに他の人の手伝いをしてるわけだから、これ本末転倒なわけですよ。自分が仕事できないからっつって少しでも役に立ちたいと思って他の人のサポートしてるんだったらいいですよ。それはね、逆に褒めてあげたい。だけどこれを序列をつけた時にそれに対して異を唱える人が派閥化してったりとか、会社の意見としてそうじゃないってやっぱり言うってような人がいた時にマジで終わりますね。 A さんも罪の意識ないんですよ。だっていつも C さん助けてもらってるから C さんのために言ってると思う。 C さんも仕事できないから他の人を頑張ることで何とかしてるんですって自分も理解してたらいい。言い出した A さんが言った時に C さんが乗せられた瞬間とかトーク生まれた瞬間に結構めんどくさいんで、他人の評価に対して良かれと思ってあの人のために私は会社に異を唱えますみたいな人マジでいらないです。自分のことはみんな言いにくいわけですよ。言ってももっと評価してほしいとか、でも結果と紐づいてるから他の人の評価を異に唱えて他の人の仲間のために私頑張ってますって本当に結構ややこしいことになるなと思って
て、最悪の結末は A さんも不満がたまる、 C さんも居づらくなって辞める、 B さんもアホらしいって辞める、結果みんな生産性下がる。これ何言ってもいいことないですよね。そのまんまですよ、だってこうだからって言っても A さん不満たまるし、下手したら C さんもそれ巻き込まれるし、 B さんもそのままでいいと思うし、 C さんを評価しますよって言った瞬間に成果出さなくても評価されるんだ。 A さんもっと成果低くていいや、 B さんアホらしいやめていく。そうすると会社が生産性ない人たちでこうまとまる。この問題は適正折り合いをつけながら説明していったりとか、ちゃんと丁寧なコミュニケーションを取っていくしかないんですけど、僕の結論はチームだからそれでいいじゃんと思うんですよ。自分なりに自分の仕事の結果出ないから他の人手伝いたいって手伝ってくれてるんだから、 C さんは逆に言うと役割を果たしてるわけですよ。もちろんこれ成果を出すためにサポートしますよ、会社としてはね。必然的にチームって役割分担があるんですよ。個性においてもその業務においてもバランスもあって成り立ってるっていうのを理解せずに、他人の評価を良かれと思って評価2を唱えたり、他人のおせっかい必要以上にやっちゃう人はちょっと困りますね。あの人が評価されないのはかわいそうじゃない。あの人は実はこういうところが良くないけどこういうところでは頑張ってますよって別に報告してくれるだけでいいですから。他人を盾に批評家みたいになる人はちょっとやめてほしいな。自分のことをなんで評価してくれないんだってあんまり言い過ぎたら周りから見てちょっと冷ややかじゃないですか。あの人が頑張ってるのにあの人評価してくれないのはなぜかわいそうだっていう人いたら、あの人は他人のために頑張ってる人だみたいな、なんかね、こういう風に捉えられることがあるんですよ。否定もできないし、周りも同調する人もいて、そうするとなんかおかしくなってくるんですよね。実績評価については実績でしかないんだから、実績が溜まってってとか能力評価もあるわけですけど、それもある程度定量的なんで、他人の評価はかわいそうだって余計に首突っ込んでくる人とかはちょっといい迷惑ですね、正直周りも。そうだとしたら、あの人は目に見えないところでこういうことをやってくれてます、こういうところが素晴らしいんですよ、もしかしたら数字だけじゃ見えないかもしれませんけど別に報告してくれれば十分それは見ますよみたいな話。わざわざ騒がなくていいですって思う時ありますよね。アップルさんでチームワークに対してのマインドとかを変えるためにこういう研修をしてるとか、こういう取り組みをしてるかとかっていうのはありますか？研修とかは割とそうかもしれないですよね。チームとしての考え方と役割分担みたいなのがすごく言いますよね。考え方っていうのはちゃんとチームになりましょうねと。単純に仲がいいのは仲良しグループみたいな。チームは何のために関係の質を高めなきゃいけないかって成果を出さないんですよね。仲良しグループにはなってはいけないっていつも言うんですよ。関係の質があってチームみんなで成果を出すんだって思考の質になって行動になって結果が出るわけで、結果を出さないんだったら仲良くても全く意味をなしませんって思うんですよ。うちはどっちかってノルマもないしプレッシャーもかけないんで、目を離すと仲良しグループになりすぎる。うわ成果でねえ、でもこいつらめっちゃいいやつだなみたいな。チームとして成果を出すために関係の質もちゃんと強化しましょうねっていう。2つ目はやっぱ役割分担で、必ず人が集まったら成績も並べたら順位ついちゃうし、役割分担もあるしタイプもあるから、チームの中で勝手に役割分担ってやっぱできるものだしやらざるを得ないものだから、チームとして成果を出すために自分の役割を全うしましょう。その役割がもしかしたら自分としての成果をここまで出すということと他者にサポートをするかもしれないし。改めて組織をダメにする人の特徴をまとめてお伝えいただいてもよろしいでしょうか？他人の評価を良かれと思っておかしいって声を上げて叫ぶ人はややこしいことになりかねないんで、良くないなと。真面目に自分のやるべきことをやって成果を出している人も嫌な気分になるし、成果出てないけど何か他に貢献できることないかと思ってやってる人に対しても気まずくなるし、その評価方法で地道に努力してる人とかも自信を生ませることにもなるし、提案よりも批判を一番にしちゃう人、しかもこれ他人を使ってみたいな、良くないなと思います。自分たちも自分の感情とか置かれている状況によってやってしまいそうなリスクがあるってことを認識して気をつけるようにしてもらえればなと思います。ありがとうございます。本日もありがとうございました。アプリ引っ越しセンターでは常に共に働く仲間を探しておりますので、ぜひ興味を持たれましたらホームページや SNS 等でご連絡いただけると嬉しいです。この YouTube チャンネルでは現場の様子、研修、イベント、対談、ビジネスに役立つ思考等々様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。最後にこの動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。